ご視聴ありがとうございます。今回は都心の地味な駅から始まる壮大なストーリーに迫ります。森の隣にある地下鉄駅にある意外な施設と想像もつかない大事な役目、広がる話の全貌に迫ります。ひっそり残る痕跡と20年前の臨時列車にも注目です。ここは東京メトロ有楽町線の有楽町駅です。JR 各線と接続しているほか、近くにある日比谷駅との乗り換え駅に指定されており、平日早朝でも人影があります。私がこれから向かうのが、この一駅隣にある桜田門駅です。ものの2分程度しか離れていないこの駅もまた、都心の真ん中にある駅です。一方この駅では、他の路線への乗り換えができません。改札へつながる動線は、ホームの両端にあるようです。ホームに降ります。有楽町駅とは違い、早朝とはいえ人影がありません。ホームは奥に向かって右にカーブしています。ここにはホーム整理員の待機所がありますが、係員はまだいません。後ろも奥に向かって右カーブで、駅全体では S 字になっています。この駅が開業したのは、1974年10月。今から50年ほど前で、東京メトロの前身、当時の営団地下鉄で、同じ時期に建設された駅でよく見られる内装です。上下線がホームを挟む構造の駅だと、ホームの両端が狭くなりますが、こちら側は違います。また、この場所で線路部分のトンネルの高さが低くなっていたり、いろいろ癖のありそうな構造です。ホームは階段の後ろに1両分強続き、奥にはエレベーターがあります。内装が新しいこと、先ほどの柱だけ形が違うことから、後から作られたのがわかります。ホームの先には円形の断面のトンネルが続き、奥に向かって下り坂です。改札へ向かいます。他の路線をくぐっているわけでもないのに、エスカレーターは案外長いです。こちら側にある出口は、3から5番までの3カ所。そして地上までのエレベーターがあるのは、向かって右の4、5番出口のうち、4番出口だけです。配管むき出しの天井が目立ちますが、通路はゆったりしています。ただし私が向かうのは、向かって左の3番出口です。こちらは幅も狭く、余計に暗い感じです。この先で曲がった通路は幅がさらに狭くなり、そして緩やかに左に曲がります。ここで上を見ると、出入り口の上には、建物はおろか、電線一つ視界にありません。この奥、そして右手には建物があり、すぐ横には車線の多い道路がありますが、それはこの駅の全体像のうち、半分程度です。さらに右には、広い池と森が見えます。この場所こそ、構内アナウンスや看板に時々映っていたあの場所、皇居です。有楽町線は都心を北西から南東に貫き、皇居の南側を回り込んでいます。駅部分は道路下に収まっており、地上から掘り下げる開削工法で建設されたものの、それ以外は両隣の駅の近くまでシールドトンネルになっています。シールドトンネルは円形の機械の先端にカッターをつけて地中を掘り、コンクリートの部材を内側から取り付けてトンネルを作るものです。シールド工法は開削工法と比べ、機械を出し入れする部分以外、地上への影響が少ないのが特徴ですが、皇居の堀の下にトンネルを掘った時は、皇居外苑の管理事務所との調整が難航したそうです。そして駅の北側にある皇居に加え、西側には国会議事堂とその前庭、東に少し離れた場所には日比谷公園があり、周辺に人が集まるビルなどが少ないため、駅の南側にあるこれらの施設の需要しか拾えません。しかもこれらの施設は、ただのビル群ではありません。先ほど地上に出た場所の左後ろにそびえるのが、警視庁です。桜田門は警視庁の通称でもあり、この駅で地上につながるエレベーターがあるのは、警視庁に最も近い4番出口です。この一帯には裁判所や観光庁なども集まっており、周辺案内にも、いかにもの名前の施設が並びます。観光庁の通称としても知られる霞ヶ関駅をはじめ、主要路線の駅が集中しており、有楽町線ユーザーでなければ、桜田門駅を使うメリットには乏しいのが実態です。桜田門駅の昨年度の乗降客数は、1日平均で、およそ1万2000人余り。3路線が集まる霞ヶ関駅は1日平均で12万1000人余りで、1路線あたりの乗降客数で計算しても3分の1にも満たない少なさです。そしてこれは
東京メトロの全駅でもワースト2位です。平日の朝でも人気のないこの駅ですが、皇居の隣の駅ということで、私が通った改札には皇居方面改札の名前がついているほか、通路の途中にある看板の裏には、このような掲示もあります。一方この駅には、もう一つの顔があります。駅西側にあるこの改札には、国会議事堂の名前がついています。近隣には国会議事堂前駅がありますが、正門に一番近い2番出口は敷地の南側にあり、桜田門駅の2番出口も、距離自体はそれほど変わりません。地下に戻り、駅の西側へと向かいます。変わり映えしないホームは超速早送りして、ホームの反対側へ向かうと、上りエスカレーターと階段が前後に並んでいます。こちら側ではホームの幅が狭く、階段エスカレーターを並べて設置できなかったからです。先ほどの地図を見る限り、道路幅は広くて場所はありそうですが、一体なぜなのでしょうか。この改札の営業時間は朝6時から夜11時までで、始発終電の時には利用できないほか、今は係員もいません。改札の外に出ます。人気があまりに少ないため、切符を取る音まではっきり聞こえます。右に曲がり、一番出口を目指します。この辺りは地上が上り坂で、こちらの方が地表が高いこともあり、たどり着くまで時間がかかります。皇居に面した出入り口には、2つとも屋根がありません。地上の様子がこちら。この出入り口の海抜は 9.6 メートル。先ほどの出入り口は 6.8 メートルなので 2.8 メートルもの差があり、皇居の堀を見下ろす感じになります。皇居沿いでランニングをする人や、自転車で爆走する人の向こうにあるのが国会議事堂です。一方、改札を出て左に出た先にある2番出口には、途中までエスカレーターがあります。幅も広く、観光庁などに近い場所だけに、駅の北と南で設備が大きく違います。2番出口があるのはもともと警視庁の敷地で、出入り口の設置にあたって協議が行われています。ここが5つの出入り口の中で一番立派な設備で、他との違いは歴然です。なお、この右手にある交差点が、その名も国会前。周辺では警察官が警戒に当たります。なお、構内図にもあった通り、この駅の2つの改札は、ホームを経由せずに行き来できます。皇居方面改札の左の通路を進みます。ここで高さを下げるのは、これより奥はホーム階と改札階の2層構造なのに対し、手前はその間に機械室などがあり、3層構造になっているからです。序盤のカットで、ホームの端で線路部分のトンネルが低くなるのはそのためです。反対側では2層構造のままなので、トンネルの高さは変わりません。皇居方面改札のエレベーターも、地下1階と3階の表記になっており、間に1層あることを示唆しています。ちょうどこの辺りが、かつて有楽町線と半蔵門線の運行管理を行っていた運輸指令所、桜田門指令所があった場所です。ただし94年に、丸の内線の小石川車両基地内の総合指令所に移転し、ここは閉鎖されています。そして隣にあるのが、桜田門、特別会議室と名付けられた会議室。皇居と警視庁の間とだけあって、何か訳ありな感じです。一番奥には、もともと換気室があった場所を改装して、乗務員用の仮眠室があります。この駅では夜間に車両が留め置かれ、翌朝に隣の有楽町駅へ改装され、同駅始発列車として運転されます。一見地味で平凡な駅ですが、この駅にはもう一つの顔があります。永田町方面行きの最後尾からのカットがこちら。左から線路が伸びてきて、右へと抜けています。線路の交差部分をよく見ると、この線路から右に離れる線路へは行けるのに対し、このようなルートでは走れないのがわかります。この線路が行き着く先が、序盤で出てきた駅の一つ、千代田線の霞ヶ関駅です。トンネルの全長は578メートルで、ほぼ全体が半径167メートルのカーブです。桜田門駅の前後と同じシールドトンネルですが、胴体の長い機械だとカーブで使えるので、長さ 5.1 メートルのミニ機械が使われました。桜田門駅の永田町寄りでホーム幅が狭いのは、駅のすぐ横に上下線をまたぐ線路を設けることで、連絡線のトンネルを早く有楽町線から離すためのようです。ここに向かって右側からは、トンネルなどが結構よく見えます。線路が合流しているため、前後のカーブほど線路を傾けられず、
車体が不安定になっているのがわかるでしょうか。この線路は千代田線と有楽町線をつなぐのが目的なので、ここで有楽町線の上下線を直接移動することはできません。そしてこのトンネルで両線をつないだのには大きな理由があります。有楽町線の最初の開業区間である池袋銀座1丁目間には車両の大掛かりな保守ができる設備がなく、千代田線の北綾瀬駅の隣にある綾瀬工場を使えるよう車両を改装するトンネルを作ったのです。千代田線の北綾瀬駅の隣にある綾瀬工場を使えるよう車両を改装するトンネルを作ったのです。両線ともにレールの間隔、機関や電気を集める架線の規格などが同じで、車両がそのまま入れたことが幸いでした。なお、開業時の車両の搬入もここを経由して行われています。このトンネルは丸の内線と1回交差しているほか、首都高速道路と2回交差しており、建設するのに莫大な手間とコストがかかっていますが、線路がつながっていない場合、トレーラーなどに車両を乗せて輸送する必要があり、とても現実的ではありません。現在、この線路は車両の改装だけに使われ、乗客を乗せた列車が走ることはありませんが、かつては千代田線と乗り入れる小田急線沿線から有楽町線の終点である新木場駅までを結ぶ列車がありました。それがベイリゾート号で、新木場駅で接続する JR 京葉線沿いにあるディズニーランド需要を当て込んだ列車でした。小田急の特急型車両、6万型 MSE を使用した贅沢な列車でしたが、東京メトロ線内では追い越しができないため、速度が遅く、2008年から2011年まで運行された後、廃止されています。当時は有楽町線にホームドアの設置計画があり、今とは違い、ドアの位置が異なる車両にあったものが一般的でなかったことも、廃止の一因と言えそうです。廃止から10年以上が経った今も、壁面には当時の車両の停止位置を示す目印が残っています。なお、ベイリゾート号は廃止になりましたが、小田急ロマンスカーは今でも千代田線に乗り入れています。そしてこうした連絡線があるのは、ここだけではありません。それが、3駅隣の市ヶ谷駅です。最後尾からの映像を見ると、駅を出て右側から線路が接近し、この線路と交差して、左に抜けていきます。ホームに降り、先ほどの場所へと向かいます。よく見ると、トンネルの合流部分は駅の外ではなく、ホームにギリギリ被っています。一面の壁というわけでもなく、右手では壁がなくなって柱だけになり、向こう側がよく見えます。そしてこのトンネル、壁の一部にも穴が開いており、奥に線路があるのが見えます。奥の線路はミニサイズにも見えますが、これは奥に行くほど高さが低いからです。そして壁面にある看板には、このような文言が、王子はこの駅で接続する路線、南北線の駅でもあります。この場所は皇居の堀の下にあり、1974年10月に有楽町線の駅が開業して22年後、96年に南北線の駅ができた際、両線をつなぐ連絡線が作られ、南北線の車両の保守も綾瀬工場でできるようになりました。後から作った線路ということもあり、もともと駅の横にあった引き上げ線との兼ね合いから、ホームに若干食い込む位置になり、側壁が壊されました。この時、池袋方面行き列車の停止位置は数メートルずらされ、連絡線をギリギリでかわしています。そしてここにあるのは、連絡線だけではありません。両線の間には他にも線路があり、これらは留置線として使われています。南北線の赤羽岩淵方面からの出入りをスムーズに行うため、本線の横には折り返し用の線路もあります。南北線の車内からは、進行方向右奥に向かって伸びるトンネルと、連絡線の隣にある留置線がよく見えます。残念ながら、有楽町線とつながる部分は見えないようです。両線にまたがるため、架線や保守の区分が定められており、留置線と分岐する位置の関係上、境界は有楽町線のホームからよく見える位置にあります。これは、列車を改装するときに使うボードでしょうか。ちなみに有楽町線の市ヶ谷駅の隣にある上下線の間の線路。これはさらに先で合流して一本になり、まだまだ先へ伸びています。これが、路線開業時に簡易的な保守ができるように設けられたもので、市ヶ谷駅からの出入りにもかかわらず、隣の飯田橋駅の名の付いた、飯田橋検釈という名称でした。今では10両編成のみの有楽町線ですが、飯田橋検釈が開設された当時は5両編成で、ここには6本を収容できました。市ヶ谷駅を出た有楽町線の上下線が、
いつまで経っても合流しないのは、この施設があるからです。車両の洗浄や検査の設備のほか、乗務員の拠点もありましたが、路線の延伸に伴って本格的な拠点ができたため、役目を終えています。有楽町線と南北線をつなぐ連絡線も、基本的に回送列車しか通りませんが、こうした連絡線を利用した列車には、先ほどのベイリゾート号に加え、東京湾大花火祭に伴う臨時列車などがありました。千代田、有楽町、南北各線の直通先だけでなく、当時南北線と直通していない東急東横線からの列車もあるなど、連絡線がフル活用されていました。これは2006年のプレスであり、東京湾大花火祭は、会場周辺が東京五輪の選手村になることから開催されなくなり、こうした臨時列車もなくなっています。一方、南北線は直通先の東急線を介して半蔵門線とも線路がつながっており、半蔵門線の車両が連絡線経由で有楽町線の新木場工場へ改装され、機器のリニューアルを受けています。また、有楽町線は副都心線とも線路がつながっているため、東京メトロの9路線のうち、実に5路線が、これらの連絡線と関わっています。こうした連絡線は、規格が同じ複数の路線がある都市では珍しくなく、札幌や名古屋、大阪にもあります。名古屋市営地下鉄や都営地下鉄にある連絡線の苦労を取り上げた動画もありますので、概要欄から見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。